この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。プロだったら、左手でもお絵描きできる説ということで、はい、なんかもうね、今言った通りなんですが、僕ですね、プロなんですよ。20年間ね、プロとしてお絵描き漬けの生活をしてきたので、なんかもうどんな環境でもお絵描きに関しては自信あるんですね。でね、そんな時にこの前友達からこう言われたんです。さすがに左手では、利き腕以外では、うまい絵は描けないでしょって。僕はね、利き腕、右手なんですが、利き腕以外の手、左手では、うまい絵は描けないだろうっていう風に言うんですね、その人は。いや、なめんなと。もうね、はっきり言っていいですか？こちとらですね、絵を描くことでおまんま食べてるので、利き腕だろうが、利き腕じゃなかろうがもね、そんなの問題にならないんですよ。はい。ということで今回はですね、左手にペンを握って、こっちの手で絵を描いていってですね、どのぐらいまともにお絵描きできるのか検証していきたいと思います。いやもうこれね、結構普通に自信あるんで、まあ、普通に描けちゃうと思うんですけどね。見ててください。頑張ります。はい。ということで書いていくんですけど、ちょっと待って。やばい。もう、最初っからなんですけど、見てこの線。ヨレヨレ。なんかもう、左手が思うように動かない。これ、本気こんなはずじゃないんだけど。いや、僕の想像だと、まあ、ヨレヨレっとしちゃうかもしれないけど、普通にね、シャッってね、線が描けるようなイメージだったんですが、いやー、これ全然描けないわ。ちょっとね、これは作戦変更しなきゃいけないかもしれない。いや、ですね、ワンストロークで長い線を描こうとすると、全然線がね、思った方向に行かないんですよ、これ。マジか。途中からね、自分が意図しない方向に曲がっていっちゃったり、ぐにゃぐにゃってこう、蛇行しちゃったりして、線がね、もう脇道にそれていこうとするので、いや、もう、そっちじゃないってそっち行ったら崖だから落ちちゃうから戻ってこーいみたいなね、感じになっちゃうんですよ。崖から落ちて死んじゃうよ、こんな、おぼつかない足取りじゃ。ってことでね、ちょっと、シャシャって書くのは難しいので、短い線に区切って、線を書いていくっていうよりも、短い点々で形を作っていくみたいな、そういう意識でね、絵を描いていく作戦に切り替えました。ちょっと諦めるの早いですね。はい。細かい線をちょんちょんって描いていって、徐々に絵を完成させていってみましょう。やばい。これは結構想像したより難しいぞ。はい。ここから表情も描いていくんですけど、いやー、自信ないなー。これ描けるかなー。いや、さっきね、書く前は自信満々だったんですけど、ちょっと書ける気しないな。いや、めちゃめちゃ集中しないとダメですね、これ。ちょっと黙って書こう。息止めればいい。はい、違う。いやーなんか、違う人の腕を使って絵を描いているみたいな感覚です。なんとかね、かろうじて腕を制御しながら、線を一本一本重ねつつ、まぶた、黒目、まつげ、そしてね、口を描いていきます。いやーこれね、結構ね、口が難しいんですよね、口。口って、ちょっとしたラインの違いで表情がこう、ガラッと変わっちゃうので、ニュアンスを再現するのが利き手でも難しいんですが、それをね、左手でやろうとすると全く意図した顔が描けないんですよね、これ。ここが一番難しいかもな。口。いやーこれね、ぜひ皆さんもやってみてほしい。マジで難しいから。はい。ってことでね、ここまでも結構苦労してきたんですが、ちょっとね、このまま色にいっちゃうと、形もまだ定まりきっていない状態なので、もうちょいだけ線を綺麗にしていきたいと思います。ということで、この絵をもう一回透かしてですね、こっちでリベンジしていきたいと思います。いや、まあでもね、心なしか慣れてきたような感じがするので、次はね、意外といけそうな感じがします。よし、頑張ります。はい。綺麗な線はちょっと諦めて、ちょっと太めな線で、ちょん戦法で行くことにしました。長いストロークは、マジで無理です。いや、でもね、さっきよりもだんだん、こなれてきた感じはありますよ。僕の感覚ではね。最初はもう絶対無理だって思ったんですけど、冒頭でね、できるって自信満々だったけどね。でも、いけなくもないような気がしてきました。なんかね、もう、こういう絵柄だと思って描くしかないですね、これは。こういう絵柄。でもね、なんか描いてて分かったんですけど、一番きついの
のはこれ、髪の毛ですね。髪の毛はね、どうしてもやっぱり長いストロークでシューッと描くのが綺麗なので、それができないってなるとかなり厳しいですね。それ考えると、よくね、右手はあんなにうまいこと描けてるなというふうに、右手さんに感心しますね。もう髪の毛描いていると、右手さんの偉大さが身に染みます。いや、こいつは優秀だわ、本当に。さらに、顔だけだとあんまりイラストに動きがないので、手を描いていきましょう。下書きの時はね、線がぐにゃぐにゃすぎて、全部の指がボッキボキでしたけど、なんとかね、人の手に仕上げていきたいと思います。いや、でもね、ここでちょっと発見があったんですよ。利き腕じゃない時にはですね、線を上から下に描いていくんじゃなく、下から上に描くと、結構ね、思ったような線が描けるような気がしますね。あとはですね、横に描いていくよりも縦の方が線がぐにゃぐにゃしないですね。これなんでなんでしょうね。よくね、建築とかで製図する人たちが画面に線を引くときにね、線は下から上に引くようにって教えられるっていう風に聞いたことがあるんですが、それと関係あるような気がしますね。結構線が下から上に描くことで安定するような気がします。とりあえず、命からがらっていう感じなんですが、線画はここで完成ということにさせてください。はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、線はこんな感じですね。いや、めちゃめちゃひどい線ではあるんですけどね。これでも頑張ったんですよ。アップにするとね、思い通りにいかなさ、必死さが伝わってくると思います。線画はこんな感じ。次は色塗りに進んでいきましょう。はい。線よりはね、結構サクサク。まあ、サクサクは言い過ぎですけどね、進めていきます。今の段階ではどういう絵なのかってあんまり伝わってないとは思うんですが、イメージしてるのはですね、麦わら帽子で夏空の中、おーい、こっちにおいでよって呼びかけている女の子をイメージしながら描いています。息するの忘れてた。これはね、色を塗らないとなかなかそこまでは伝わらないですね。はい。なので、肌色は濃いめで、麦わら帽子の影になっているような色を塗っていきます。そして、黒髪ですね。髪の毛の線はヨレヨレだったんですが、色を塗っていくと、色面である程度まとまって塗っていけますから、ヨレヨレ感は若干緩和していけますね。一応言っておきますが、色を塗ってるのもね、当然左腕です。いいよ、いいよ。左手もまんざらではないぞ。左手で作業していると手に記憶させているような動作が一切できなくなるので、全部の作業を意識的にやる必要があって、それがね、結構大変です。絵を描くのもね、もちろん大変なんですが、UI を選択していくような作業。これがね、結構手こずります。ちょっとね、ボタン押したはずなのにずれちゃったりとかして、それがね、ちょっとイライラするんですよね、これ。目、鼻、口を塗り進めていって、背景の青空も描き加えていきましょう。仕上げに麦わら帽子の網網の隙間をすり抜けてきた日差しを顔のところどころに描き加えていきつつ、他の部分にもハイライトや影を入れていきます。最後にハードライトでふわっとグラデーションをかけていったら、プロだったら左手でもお絵描きできる説。利き腕じゃない方で描いてみた夏の少女のイラスト完成でーす。いやー、いかがでしょうか。途中ね、どうなることかと思ったんですが、最終的には色に結構助けられた形なんですが、なんとか形になったんじゃないかと思います。線画と色塗ったやつ、ほら、見比べてみると、線の方は確かにヨレヨレって感じの印象なんですが、色を塗ったことで一気にちゃんとした印象になりましたよね。はい。一応ね、プロの面目が保たれたと思います。ここからもわかる通り、色の持つ力ってすごく大きいので、印象を良くしたい時には、色をとにかく頑張るということを意識すると良さそうだなっていうことが改めて再認識できました。いやー、思ったよりもきつかったです。利き手と反対側の絵でお絵描き、いかがだったでしょうか。ちょっとしたお遊び企画みたいなものなんですが、左手でお絵描きすることによってですね、普段はあんまり意識しなくてもできていたことが、あえてそれを意識しないとできなくなっちゃったり、そもそも描けなかったりっていう新鮮な体験ができたので、とてもね、楽しかったです。皆さんも試しにやってみると面白いかもしれません。それと今回のようにたまにですね、お絵描きのテクニックだけではなく、面白チャレンジ動画みたいなこともやっております。例えばこちらの動画、リスナーのオリキャラ本気で描いてご本人に見せてみたら。では、リスナーさんから募集したオリジナルキャラクターを僕が描いて、それを急に本人に見せたら、どう反応しちゃうのというね、ドッキリをやってみた動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。